皆さんこんにちは。今回の解説ではズバリ台湾の化粧品 PF 放棄にために台湾において化粧品の UVA と UVB 試験が一体どのように行われているのか、その核心にがっつり迫っていきたいと思います。すでに処方開発やブランド運営に関わっている皆さんならご存知の通り、日焼け止めの効果を証明するって簡単なことじゃないですよね。この厳格な規制の裏側を一緒に紐解いていきましょう。さて早速ですが、全体像を見ていきましょう。1、台湾 PIF と化粧品規制。2、SPF と UVB 試験の基準。3、UVA 防護 PA と星評価。4、耐水性試験の仕組み。そして最後に、5、規制遵守と今後の展望。という流れで一気に解説していきますね。まずは最初のアジェンダ。台湾 PIF と化粧品規制についてです。台湾 FDA って実は消費者の安全を守るためにものすごく高いハードルを設けているんですよね。市場に参入するには完璧にコンプライアンスを満たした PIF、つまり製品情報ファイルが絶対に不可欠なんです。そこで FDA が明確に認めているのがこれらの ISO 規格。人体試験である ISO24444 や24442、対外試験の24443など、ローカルルールではなく、こうした国際的な基準を採用することで、グローバルな信頼性を担保しているわけです。では次に、ミクロな視点、SPF と UVB 試験の基準に移りましょう。ここで絶対に外せないベースラインとなる指標が MED です。つまり、最低値広範線量ですね。要するに、肌に目に見える赤みを生じさせる紫外線の最小量のことです。製品がどれだけ3番、つまり UVB による火傷を防げるかを計算するためのすべての出発点がここにあるんです。そしてこれが実に見事に示しているんですが、実際の臨床試験のルールって本当に厳格なんですよ。テスト部位は被験者の背中、具体的には肩甲骨とウエストラインの間で行われます。骨の出っ張りがあるような場所は避けて、さらにテストスポットは被験者ごとに完全にランダムに配置しなきゃいけないんです。まさに緻密なコントロールの賜物ですよね。なんだか難しそうに見えるかもしれませんが、SPF 試験の数学的な革新は実はとってもシンプルなんです。個別の防護係数である SPFI は、日焼け止めを塗った皮膚の MED 値を何も塗っていない皮膚の MED 値で割るだけ。つまり、塗ることで赤くなるのをどれだけ遅らせられるか、その純粋な倍率を出しているだけなんですよね。さて、ここからは視点を変えて、UVA 防護、PA と星評価について見ていきます。UVB が肌の表面を焼いて赤くするのに対して、UVA はもっと厄介で、肌の深部まで到達して、シワや持続的な色素沈着を引き起こします。先ほどの MED と背中合わせになるのが、この MPPD、つまり最低持続蓄露線量です。UVB が直後の赤みを測るのに対して、UVA は照射から2から24時間も経ってから現れる骨化を測るんです。測る時間軸が全く違うってすごく興味深いと思いませんか？だからこそ、ここが一番肝心なところなんですが、台湾でのラベリング規制には明確な一線が引かれています。もしパッケージで堂々と PA プラスを謳いたいなら、実際に人間の皮膚を使ったインビボ試験から逃げることはできません。実験室のインビトロ試験だけで済ませた場合は、星マーク、いわゆるスターレーティングしか表示できないんです。これマーケティング戦略においてものすごく大きな違いですよね。続いて、おそらく一番過酷なパート、耐水性試験の仕組みに入っていきます。台湾においてウォーターレジスタント、つまり耐水性を謳うのって本当に甘くないんですよ。ちょっと水しぶきがかかるなんてレベルじゃありません。数日にわたって水に光る前と後で被験者の MED を徹底的に追跡する非常に過酷で本格的なプロトコルが求められるんです。その手順を順を追って見てみましょう。まず製品を塗ってしっかり乾燥させます。次に被験者は循環する水の中に20分間浸かります。そして水から出て15分間休憩するんですが、ここで絶対にやってはいけないのがタオルで拭くこと。タオルを使うと摩擦で物理的に製品が落ちちゃいますよね。
だから必ず自然乾燥です。その後、再び20分間水に浸かる。これ、実際のビーチでの動きをそっくりそのままシミュレートしているんです。さて、このスライドで非常に興味深いのは、実際の PIF の文書テンプレートがどうなっているかという点です。これまでお話ししてきた気の遠くなるような人参テストのデータや計算結果が最終的にどうなるのか、すべてがこのフォーマットに正確に落とし込まれ、正式なエビデンスとして提出されるわけです。パズルのピースがカチッとはまる瞬間ですね。いよいよ最後、既成遵守と今後の展望についてまとめましょう。結局のところ、今回見てきたような過酷な UVA、UVB、そして耐水性の人体試験をクリアすること。これこそがコンプライアンスを満たした完璧な PIF の根幹であり、消費者に対してこの製品は本当に安全で効果があると約束するための最強の裏付けになるんです。最後に皆さんに少し考えていただきたい問いがあります。世界の化粧品基準が猛スピードで進化していく中で、果たしてこの厳格な UV 試験メソッドは将来的にグローバルスタンダードとして完全に統一される日が来るのでしょうか。法規制のシフトにはこれからも絶対に目が離せませんね。ぜひ今回深掘りした台湾 PIF の基準を皆さんの次なる画期的な処方開発のヒントにしてみてください。